こんにちは、みすずです。今日はバタフライピーという青いハーブティーを使ったアジサイゼリーをご紹介します。青いお茶の中にレモン汁を加えることで紫色も作って2色のアジサイゼリーです。材料はこちら。今回お砂糖なしで作っていきますが、甘くする場合はお砂糖、甘味料、蜂蜜などなどお好みで加えてください。では作り方です。まずはゼラチンをふやかしましょう。冷水 30cc の中にゼラチン 7g を入れ、ざっと混ぜてしばらく置きます。今回直接加えられるタイプのゼラチンを使ってはいますが、ふやかしておいてあげた方が生クリームの中にきれいに混ざっていくので、今回はふやかしています。生クリームを温めましょう。分量 400cc のうち半分 200cc、計量しなくてもいいので適当に半分入れてもらって温めてください。弱火にかけて周りがふつふつとしてきたら火を止めます。ボコボコ沸騰させないように注意してくださいね。ここに先ほどふやかしたゼラチンを加えます。このままだとなかなか中の方が溶けないので、ちょっとカットしてあげると溶けやすくなります。あとはいきなり混ぜずにこのまましばらく置きます。熱い生クリームでこう挟んでおいてあげると余熱で温まりますよね。それで中まで溶けていきます。しばらく置いて、その間洗い物かなんかしてもらって溶けたかどうか確認しましょう。溶け残りがなければ OK。 もし溶け残りつぶつぶが残ってたら、ここで湯煎にかけてあげてください。ボウルに移しましょう。冷やしておいた残りの生クリーム 200cc も加えます。ざっと混ぜて、このままだとまだちょっと熱いので冷めるのに時間がかかっちゃいます。なのでボウルの底を氷水か保冷剤のお水に当てて、とろみがつくまでしばらく冷やします。ずっと混ぜてなくてもいいので、ほっといてたまに混ぜてってしてあげてください。下の方から固まるので、固まる部分がないようにちょっと気をつけながら、冷えすぎないように注意してあげてください。器に注ぎ入れます。今回分量的には 100cc カップ5つ分なんですけれども、うちにカップが4個しかないので4つに分けています。9分目ぐらいまで注ぎ入れます。空気抜きしましょう。ダスターの上でトントンと、上まで入っててちょっとこぼしそう。上まで入っててちょっとこぼしそうなんですけど、気をつけながらトントンして空気を抜いてあげてください。このままそーっと移動して冷蔵庫で 2,3 時間冷やします。固まれば OK です。さて、青いゼリーを作っていきましょう。こちらのバタフライピーというハーブティーを使っていきます。アントシアニンの一種が入っているので、抗酸化作用などが期待できて、美肌に良いとか髪に良いとか言われて人気のハーブティーです。ただ味はそんなにしないので、まずい味がするでもなく、美味しい味がするでもなく、水と変わらない感じで飲めるハーブティーです。こちらを入れていきましょう。 0.7g ティーバッグ1個分にお湯を注ぎ入れます。熱湯を 400cc 加えてますが、お湯の量を調節してもらえば色も調節できるので、濃いめが良かったらお茶っ葉の量を増やすかお湯を減らしてもらって濃く出してあげてください。蓋をして5分ほど蒸らします。こんな感じで綺麗な青色が出てきてます。お茶を蒸らしている間に冷やす器を準備します。四角い形の器かバットを2つ、同じサイズのものを用意してください。小さめがいいです。あとレモンは絞っておきましょう。小さじ 1,2 杯ほど使います。先ほどのお茶が入りました。350cc 計量してください。ここにゼラチンを加えます。直接入れられるタイプのゼラチンを使っているので直に加えてますが、ふやかす必要のあるゼラチンだったらさっきと同じようにお水の中に入れてふやかしてから加えてくださいね。ゴムベラで混ぜて溶かします。先ほどは生クリームだったのでふやかしましたが、今回は液体なので直接入れれるタイプのゼラチンの場合は直に入れてもらって大丈夫です。適当に分けてもらっていいですし、気になる方は計量して分けてください。片方にレモン汁を加えます。レモン汁の量はお好みで、たくさん加えれば赤色が濃くなります。これで、小さじ2杯ほど加えています。この状態だとまだちょっと熱いので、先ほどの生クリームのゼリーの時と同じように氷水でちょっと冷やしてから器に注ぎ入れてください。それぞれ器の1センチ深さぐらいに
なるようなサイズの器使ってあげるといいですよ。冷蔵庫で2時間ほど固まれば OK です。冷やします。固まりました。こんな感じで4個と余りがこれだけできてます。しっかりと固まってます。青いゼリーの方も出来上がりました。ではこのハーブティーのゼリーの方をナイフで細かくカットしていきます。1センチ幅ぐらいに縦横切り込みを入れてください。紫の方も同様です。青色に比べて紫色のゼリーの方はレモン汁が入っている分だけゼラチンの塊が悪いのでちょっと緩いゼリーになります。こんな感じでプルプルで綺麗ですね。とっても涼しげな色合いです。ではこちらを生クリームのゼリーの上にトッピングしていきましょう。白いゼリーの上に青色と紫色を半々に入れてあげてください。今回は生クリーム使ってますが、お砂糖を加える場合だったら牛乳、豆乳などでもいいですし、ココナッツミルクでもいいですよ。結構ね、お砂糖なしの場合だとこの生クリームに含まれている乳糖で甘く感じるので、お砂糖なしで作る場合は動物性の生クリームがおすすめです。という感じで出来上がりました。プルプルしてますね。とっても綺麗なアジサイゼリーです。このままだとちょっと寂しいので葉っぱをつけてあげましょう。ミントの葉を飾りますが、このようにこう2つ葉っぱがくっついてるとなんか頭にリボンつけてるみたいな感じになっちゃいますよね。なので葉っぱ1個にしてあげるとアジサイの葉っぽくなりますよ。これで出来上がりです。最後まで見てくださりありがとうございました。梅雨時に爽やかなアジサイゼリー、かき氷シロップなどで作るレシピもありますが、バタフライピーを使うと味も爽やかに甘っこくない仕上がりになりますよ。青い方のバタフライピーはそんなに味はしないんですが、紫色の方はちょうど良い酸味で苦味のないレモンティーというような味です。なのでこの酸味と生クリームの乳糖の自然な滑らかな甘さとミルキーさがすごくよくあってとっても美味しいですよ。ただ甘くないスイーツに慣れてない方だとちょっとこのままだと物足りないかと思うので、お砂糖や蜂蜜や甘味料など加えてくださいね。最後まで見てくださりありがとうございました。詳しいレシピはブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。